皆さんおはようございます。今回はテロップの締め、レイアウトと出し方をやっています。通常の番組や YouTube において出し方って見てる人にはそんなに重要なポイントではないので、作り手の自己満足に近いものだと思っていますが、テザー広告や CM、プロモーションなど、いわゆる言葉での説明があまりない媒体では効果的なので、仕事で役立つ必須、かつ習熟が大変な部類ですが、頑張って覚えてください。まずはレイアウト。Photoshop で名前テロップをサンプルに作っています。仮に YouTuber、自分の名前としましょう。肩書きと名前の2つのパーツを作りました。アクションは 90% セーフティーとピング書き出しを仕込んであります。仕事でとても使用頻度が高いので再現してみました。皆さんもよく使うコマンドはショートカットをアクションに仕込んでおくとはかどりますよ。まず2行頭合わせで揃えています。名前は大きめ、肩書きは小さめにしてバランスをとっていきます。2つを頭合わせにしてグループ化、画面センターに配置しました。このパーツを1文字分ずらすパターンもありますね。この辺はお好みでどうぞ。今、何の装飾もつけてない状態ですが、文字間がやや空いている感じですね。試しにエッジなどをつけて確認してみましょう。装飾をつけるとちょうど良さそうですね。持っていきましょう。文字間の調整、ターニングを気にしながら作るといいです。本当によってどこが空くかはまちまちですが、後で代表的な例を挙げます。引き続き説明していきます。こんな形でテロップの下に置くマット、いわゆる座布団を作っています。肩書きと名前の間に細い線、そしてその両側がグラデーションのように透けていくようなものを作ってみます。ライズされたレイヤーでは境界線をつけてからぼかしフィルターをかけると端の境界線が肥大化してちゃんと消えないのですが、両側にシェイプを置いてレイヤー効果のノックアウトを浅く、塗りの不透明度をゼロにしてマスクのプロパティからぼかしのポイントを上げていくと、うまくできましたね。ちなみにスマートオブジェクトであればこんな面倒はありません。フィルターのぼかし移動だけで大丈夫です。ただ仕事では基本的に1枚絵の素材が多いので、こんなやり方を覚えておいて損はないかと思います。ここからちょっと倍速でいきます。5分19秒くらいまで飛ばしちゃっても大丈夫です。例を作ってみます。煽りテロップですが作業的には変わりません。ですが、レイアウトの重要性がより分かりやすいと思います。ちなみに、フォントと色を決めた後、配置によってはそれらを変えることが結構あるかと思います。考えすぎるとその工程がループしてしまうので、決断よく作業していきましょう。
こから通常スピードで見ていきましょう。2万人の数字の部分だけ大きさと文字間を調整します。大きくすると分かりやすいですが、文字より小さいですね。文字幅、文字間、上下の位置を調整します。いじるパラメータは垂直比率、文字間のカーニングを設定、ベースラインシフトを設定です。ぜひ覚えてほしいショートカットがあります。カーニングの調整をしたい文字の間にカーソルを置いて、Mac ならオプション、Windows なら Alt キーと方向キーの左右です。これは PFX などのテロップシステムでも同じです。テロップの場合、過去最高と新規陽性者は入れ替えても成立しそうですが、2万人にかかる意味が違ってきます。どちらの情報を強調するか、作り手の意向で視聴者の受け取り方をコントロールできてしまいます。これがレイアウトの大事なポイントです。では、一つ目の例で触れたテキストにより文字間が異なる顕著な例を挙げます。ですよね。つとすとよの間が妙に空いてるのがわかりますか？文字間を表すパラメータは0のままなので、主にニューロダンというフォントでの使用です。このような場合は面倒でも1文字ずつ調整すると見栄えは変わってきますよね。先ほどと同じオプションプラス方向キーの左右、またはオルトキープラス方向キーの左右で調整しましょう。2例説明しましたが、考え方は同じで、1、大きさで情報の優劣というか順序をつけることを念頭に置いてください。では、出し方の説明です。おそらくユーザーが最も多いと思われるプレミアでやっていきます。鬼滅の刃フォントを購入したので、サンプルはこれでいきます。一部 Adobe フォントにもありますよね。テロップを3つインポートしました。水の呼吸、10の型、生成る点です。本来は縦書きの方がふさわしいのでしょうが、あえて横書きで説明します。センター左に揃えていきます。基本はエフェクトコントロールのデフォルトパラメータをいじっていきます。ここでもメインの生成る点を大きく、他の2つは添え物くらいにしておきます。見ながら軽く説明をしていきますね。出し方の最も基本的なリゾルブは、クリップの先端にクロスリゾルブをドラッグ&ドロップすれば OK です。ワイプに関してはちょっと面倒で、デフォルトでは横方向しか設定できません。境目に色をつけたりぼかしたりできません。ぼかしはエフェクトコントロールから不透明度の項目でマスクを生成、キーフレームで動かせばそれっぽくなりますが、ちょっとグラフっぽいですね。タイムライン上で出すタイミングを調整します。上2つは同時がいいですね。編集で省いてしまいましたが、ショートカットを使ってクリップの前後にディゾルブトランジションをつけました。選択項目をマークでクリップを選んで、選択項目にデフォルトのトランジションを適用です。僕はキーボードレイアウトいじっているので、テロップ通りのショートカットではないのですが、皆さんも自分用にカスタマイズしてみてはいかがでしょうか。ただ、カスタマイズしすぎると、仕事などの共用 PC で作業するとき、痛い目を見ますので、ほどほどに。まず、スライドです。画面外から出てくるやり方ですね。1のキーフレームで制御する縦軸、横軸の動きですね。保管方法のリニアやベジエなどで動き方が変わってくるので試してください。次はスケールを制御する動き、拡大縮小です。縮
縮小とは言わず飛び込みという方が多いですね。プレミアだと 3D レイヤーにはできないので仕方ないですが、本当は1の Z 軸で動かす方がスムーズです。スケール制御だと初速が遅く、決まり付近が速すぎてあまり綺麗な動きじゃありません。編集ソフトによっては目いっぱい拡大してもテロップが消えきらないので、不透明度でごまかさないといけません。次は回転系ですね。この動画でも使っていますが、Y 軸回転での出方はそこそこ見かけると思います。X 軸回転は例えば宇宙戦艦ヤマトのタイトル画像ですね。軸を中心でなく下に置くことで起き上がる動きができます。3D は回転軸を動かせないので、あらかじめ回したい部分を画面センターに作っておくのがポイントです。では徐々に効果を派手にしていきます。ブラーを使った出方です。ブラー方向を使って縦横方向に後期足が伸びた状態から元に戻る動きです。よく見かけるものですね。タイムラインでわかるかと思いますが、ブラーとリゾルブトランジションを併用していろんな効果を重ねてエフェクトを作ることを意識していくといいでしょう。次はグロー、発光しながら出てくる方法です。VR グローでありますが、普通のシーケンスでも使えます。ちょっと強めのボハシエッジに見えなくもないんですが、光る色も変えられます。テロップのイメージに合わせて変えてみましょう。ここからは見た目も派手なプラグインを使った効果を紹介していきます。まずノイズインダストリー社の FX Factory Pro です。これ自体プレミアやファイナルカットなどのプラグインなのですが、サードパーティーのプラグインも内包できるプラグインの親機のようなアプリケーション。グローも標準のものより効きが強いですね。また説明をしていきます。先ほど解説した拡大縮小ですが、デフォルトのエフェクトにズームがあります。ですが、微妙な位置調整ができないんですよね。下位置に決まりたいけど動きは正面からといったことができません。次は放射状に光が拡散するライトレイです。メーカーによってはエッジレイとも言われます。ポリミータ効果を作るのにコツが必要でした。スイッチャーでうまくループする手前で止めて、今は簡単にできますからね、いい時代になりました。光の色をはじめ、長さや強度も自由に変えられます。こんな風に光源を簡単に動かせます。上下どちらの動きでも見かける効果ですね。ライトストリームです。これは他のプラグインでも同じ呼び方かと思われます。ストリームとは細長い筋、光線という意味なんですね。確かにそんな効果です。ゲームになりそうな効果ですね。ロールプレイングゲームで魔法がかかった時のような、回復したり速くなったりといった効果みたいですね。テロップでの使い方としては、出る時の一瞬ではなく、ずっと出しっぱなしでキラキラさせる感じですかね。はい、環境が変わりまして、ちょっと古い Mac での紹介になります。アプリケーションも変わって、After Effects の CS6 になります。サポートが切れているの昔のプラグインを使うとき重宝します。こちらの方がプラグインが多めに入っているので、
手の込んだものを作るときは並行して使っています。まずデフォルトのエフェクトから CC スケールワイプです。レーザーみたいな出方と言われたらこれでしょうかね。リニアでも全く効果です。先ほどまでプレミアで紹介した効果もアフターエフェクツで作ると発見があると思いますよ。グローとかブラーですね。慣れは必要ですが、自由度が高く作りやすいと思います。では、ボイス FX 社のサファイアを紹介します。僕が持っているのは昔購入した買い切りバージョンで、現行版とは多少違うところもあるかと思いますが、これから説明するのはテレビ番組でも使用頻度の高そうなものです。では、駆け足で説明していきます。まず S グリントです。八方に光の筋が放出される効果です。次、S スパークルです。先ほどのライトストリートに似てますね。ちなみに前のグリントもそうですが、縦横斜めの光の量を別々に調整できます。次は S グラーです。デフォルトのものの違いは輝度も調節できるところです。一つのエフェクトで光りながら出てくる効果も制御できます。効果を重ねると処理が重くなるので重宝します。次、スーパーパルです。波紋のような効果ですね。編集ソフトにはあまり見かけない効果なので、アフターエフェクツを使いたくないときは重宝するかと思います。次、S リゾルブディフューズです。砂嵐のような出方ですね。これはリニア時代にもありました。リニアを始めた頃はリニアの効果を再現することに必死でした。次、S シェイクです。このエフェクトを適用することで感情の高ぶりみたいなものを出せるかと思います。頭に一瞬つけると怒り、長めに適用すると興奮状態を表現しているように見えますね。で効果を作るならこちらも紹介しておきましょう。ビデオコパイロット社です。その中のレンズフレア生成プラグイン、オプチカルフレアズです。テロップの下を走らせる効果もよく目にしますね。実際テレビでは編集ソフトでこの効果を得るためにサファイアのレンズフレアを使うことが多いと思います。先ほどのシェイクしかり、サファイアは編集ソフトで重宝しますね。アフターエフェクツなら1のパラメータをランダムなりウィグルなりで再現できますから、編集ソフトベースで作業するとなるとプラグイン頼みになりがちです。セーバーというプラグインを紹介します。これは無料プラグインです。効果をかけられる範囲がテキストとマスクだけという制限があります。効果の性質上仕方ないのですが、まずは僕のマスクを生成します。そのマスクを含むレイヤーに対して適用すると、光りつつ揺らめく効果を加えることができます。ドロップを燃やしてくださいという要望にも簡単に応えられます。以上、本当に駆け足でしたが、プラグインによる効果を紹介しました。高価なものから比較的安価なものまで、自分が必要そうなプラグインを導入してみてはどうでしょうか。皆さんお疲れ様でした。意外と気づかないレイアウト、注意してみてください。出し方は引き出しが多いと仕事の上は役に立つので、今回紹介したパターンをうまく使い回して自分だけの効果を作ってみてください。バイクに関してショート動画を作ってみました。本編で研究したエッジに関する解決法の一つです。
3回にわたって説明していたテロップは終わりにします。お疲れ様でした。